こんにちは。周鉄のトレーニングでは、ジャブの練習をですね、非常に重視しています。そして、ジャブでストレートみたいな威力が出せるようにということを、徹底的に追求していて、こだわって、稽古を続けています。なぜ、ジャブの威力にこだわるのか、これを考えていくことがジャブに限らずパンチの威力を全体的に高めていく上でものすごく重要な意味を含んでいますので、今日はそれについて解説していきます。この考え方はね、足りないところに知恵を見つけていくっていうのは僕の身体操作を研究していく上で基本的にもう全部この考え方でやっています。ボクシングとかね、キックボクシングとか、やってる方は、皆さんお分かりかと思うんですけども、ジャブとストレートというのは、ジャブは、あんまり威力が出しにくくて、強いパンチを打とうとするとやっぱりストレートになるんですね。例えばパンチングマシーンなんかをやる時も、このジャブの動きでパンチングマシーンを打つ人はいないと思うんですね。威力を出そうと思ったらやっぱり勢いつけてストレートで威力を出す。ジャブというのはなんとなくイメージ的には組手でも牽制用のね技術っていうようなイメージがね強いかなと思います。ジャブ、戦略的にも、上手に使うことはとってももちろん大切ですし、これは強力な武器になるんですけども、今はねそのスパーリングに役に立つというそういう着眼点は一旦置いといて、このジャブという動きの中に威力を作っていくっていうことについて深掘りしていきたいと思います。ジャブだから威力が出ない、ストレートだから威力が出るとか、フォームによっての威力の差とか、あとは右左によっての威力の差っていうのが、あることが非常に多いですね。得意なね利き腕のパンチは威力があるけど、反対のパンチになると途端に威力が下がる、こういうことがよくあります。で、周鉄ではジャブの練習をする時も、普段自分がねジャブとか打たない右のジャブも同じように練習します。ストレートも一緒です。右のストレートも練習しますし、左のストレートも練習します。そしてそれぞれの威力があまり差が出ないようにということをとても大切に考えています。なぜ、左だと威力が出ないけど右は出るとか、そういう風になってしまうのかというと、これはですね、この体自体が威力を生み出せる運用になっていなくて、特定のねフォームで威力を出してるっていうことなんですね。このフォームが整っていなかったりとか、流れがスムーズじゃないと途端に威力が出ない。これはこの体が動けば威力が出るという状態ではなくて、あくまでもフォームで威力を出しているっていうことになるんですね。周鉄で目指しているのは、特定のフォームに頼らず、どの形で打っても威力が出る。拳じゃなくて肘であっても、頭であっても肩であっても、体全体が威力を伴って力を発することができるっていうことにこだわっていきたいと思ってるんですね。例えばね、ジャブだから威力が出ないっていうのはなんとなく当たり前のように感じてしまいますけども、その当たり前を取っ払っていくと飛躍的に技術が成長したりするっていうことがあるんですね。よく、陸上なんかでも大記録が打ち破られた時に、今までねその壁を越えることが難しかったと思われてた記録がもうどんどんクリアする人が増えてくるとか、そういう現象ってありますよね。あれは難しいだろうなと思ってたレベルの技術を誰かがクリアする場面を目の当たりにして、それによってイメージが書き換えられて、あれこれ実現できるんだっていうようなイメージに変わった途端にそこをクリアしてしまうと、そういうことってよくあるんですけども、パンチに関してもですね、自分はやはりそういうふうに考えていて、これでちゃんと威力が出るっていうことを体現して、そうすると、その時にジャブで威力を出した身体操作がさらにはもともとそれなりに威力が出ていたこのストレートの威力もさらに大きく塗り替えると、そういうことがあり得るので、今までの固定概念に縛られないようにして
とにかくね、上を目指していこうっていうふうに考えています。ジャブとストレートの威力の埋め合わせをどういうふうに考えていくか。ここに終鉄の身体操作の考え方の根源というかルーツみたいなものがあって、ジャブとストレートで何が違うのか。まずは距離ですね。このパンチの拳が移動できる距離がジャブは少ないので威力が出しにくい、加速しにくいということですね。そしてもう一つはジャブの動きは回転動作が起きにくいんですね。ストレートは体を遠心力を使って大きく振ることができる。この遠心力というのは威力を出す上ではとても大事な武器になるんです。でジャブはこの遠心力が使いづらい。うまくやれば使えないことはないんですけども、基本的には遠心力を起こしにくいというのがあります。このようにジャブとストレートの差が出てしまうのは、この移動の距離が短いか長いか。で距離が長い方が加速していく時間が長く作れるのでスピードをね高めることができる。そして距離がしっかりある方がこの重心を移動する力も使いやすい。そしてジャブでは作りにくい動きがストレートでは遠心力という動きも働かすことができるということです。ということはですね、この3つが威力を出す上ではとても重要で、ジャブではこの3つを叶えることが結構難しい。そうするとジャブで威力を出そうと思うと、この3つに頼らない何か別の力の発し方が必要になるっていうことになりますよね。僕の考え方としては、この3つ以外の何かを見つけようとする作業、これがものすごく重要になります。ジャブという動きには物理的なこういう制約があります。ストレートにはない制約があります。その物理的な制約を乗り越えた形で何かを発見しないと威力が出せないっていうことですね。そういう考え方のもとに作っていったのが終鉄の打撃の理論になります。さっき言った、ね、加速、あとは重心の移動とか遠心力とか、それらを使わないということでは決してありません。それはとっても大切な要素なんですけども、それを発揮できないという制約をあえて与えて、こういう練習を徹底的に繰り返します。その制約の中で威力が出せるようになった時に、重心の移動とか遠心力とかそういうものもプラスして自由に使えるようになると、もう本当に威力が桁違いに上がるんですね。筋肉養成ギブスをつけて、その状態で強いパンチを打つ練習をして、それをねこう後で解き放つっていう感覚に近いかもしれません。ですので僕が稽古会で指導する時には、動きを自分のやりたいようにしないようにさせない、この制限をつけた状態でこの注意点を必ず守ってっていうことを徹底してやります。そうしないと、先ほどの例でいくとジャブで遠心力が使えませんよと、じゃあ遠心力を使えない、さらに使えない状況でジャブを強く打つ練習をしましょう、じゃあどうしましょうって考えてる時に、遠心力をねこう別のやり方で生み出してやっていたら、それは逃げ道を作ってるというか、本来見つけたかった身体操作に全くたどり着かないことになるので、こういうことにならないように徹底的に注意をします。制限つけて、自分にやりにくい状況という練習を、とにかく徹底してやると。これが終鉄のこの身体操作のメソッドの根幹の考え方になりますので、ぜひ参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。